どうもこんにちは、もつです。今日はノーコンプライのハウトゥー動画を撮っていこうと思います。実はトリックの動画を作るのは初めてです。なんでかっていうと、トリックのハウトゥーって正直作るのめちゃくちゃ難しいんですよね。一概にこれをやればうまくいきますよっていうのが結構言うの難しいなって思ってたんですよ。ただやっぱりそのロングボードのフリースタイルをやる上でトリックっていうのも避けては通れないっていうこともあると思ったので、基本的なトリックぐらいは頑張って作ってみようかなと思って動画を作ることにしました。で、これから僕解説しようと思うんですけど、これだけは覚えておいてほしいっていうところがあります。それは解説でトリックはできるようにはなりませんっていうことです。練習をし始めてトリック1個できるようになるっていうのをその0からこう100まで過程があったとした時に、解説の動画が役に立てるのってほんとこの最初の 10% ぐらいやと思うんですよね。1個のトリックをできるようになるために必要なものっていうのは努力がもう8割9割を占めてます。僕のハウトゥー動画見てできるようになりましたとか言ってもらうことあるんですけど、それはあなたが努力したからであって、僕の動画が決定的に役に立ったっていうことでは僕はないと思ってるんですよ。せいぜい全体の 10% ぐらいなので、このノーコンの解説動画も一生懸命説明はするんですけど、この動画を見ただけでできるようになるっていうことは絶対ありえません。しかもノーコンっていうのは人によってはめちゃくちゃ時間かかったりします。なので動画見て、あ、なるほどなって思ってやってみて、いまいちよくわからんで終わるんじゃなくて、しばらく練習続けてほしいっていう風に思ってます。続けないと絶対できるようにはならないので、そこは諦めずにぜひ頑張ってほしいっていう風に思ってます。ではここから具体的なノーコンの話をしていくんですけど、この動画では100点のノーコンは目指しません。なんなら多分60点とか70点ぐらいのノーコンを説明していきます。なんでかっていうと、やっぱり基礎ができてることが大事なんですよ。その形はいびつかもしれないけど、重要な要素は抑えてるっていうようなノーコンができてないと100点のノーコンなんて絶対目指せないんですよね。なので一旦この動画ではもう100点のノーコンのことは忘れて、60点70点ぐらいのノーコンを目指すつもりで僕はお話ししていきます。ただそんな60点70点のノーコンって言っても、やっぱり重要なポイントってノーコンにはめちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃ同時にいろんなことを意識しないといけないトリックだから、もうそんないっぺんにいろんなことを考えながら体を動かせるかって思うかもしれないんですけど、ノーコンをやろうとする以上そこは避けては通れません。頑張ってついてきてほしいと思います。この動画では主にこういった順番でお話を進めていこうと思います。まずはさーっとそのノーコンの動作の流れみたいなものを説明して、その次にその場面ごとのコツだったり注意点だったり、あとは意識した方がいいっていうところを説明していきます。最後に具体的な練習方法っていうものをお話ししていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。ほんなら行きましょう。では早速解説進めていきます。なんですけど、まずはある程度デッキに慣れるところまでは行っておいてほしいです。具体的にはステップで言うと、スイッチステップぐらいはできててほしいかな。あとはノーコンはテールを弾くトリックなので、チクタクとかできてるとよりなんかその弾いてどう回るかみたいな感覚がつかみやすいと思うので、スイッチステップとチクタクっていうのは1個の基準としてできるようになっておいた方がいいと思います。そしてもう1個注意点なんですけど、これ毎回言ってるんですけど、だいたいトリックの練習ってこのデッキが止まってる状態で練習するのはちょっと危ないです。練習する時はこう若干進めながら練習するようにしてください。解説の動画では分かりやすく止めてやったりしてるんですけど、練習する時はちょっと進めながらやってくださいね。怪我しないように注意して練習してください。ではまずノーコンをやる時の動作を流れで一旦さーっと説明していきます。ノーコンっていうのは僕は7つ動作があるっていう風に思ってます。その7つっていうのがこちらです。最初軽く膝を曲げます。そして2番目がカービングをしながら体をねじる。続いて3番目が前足を地面に下ろすっていう動作。そして4番目がテールを弾くっていう動作。5番目が弾いた方の足でデッキに乗るっていう動作。そして6番目が前にあった足、地面に下ろした方の足で地面を押すっていう動作。そして最後の7番目が地面を押した足をデ
デッキに乗せるっていう動作、この7ステップだと僕は思ってます。一番重要なのはこの3番と4番、デッキを下ろすところと弾くところですね。この3番と4番っていうのはもうほぼ同時にやらないといけないので、結構難易度が高い動作になります。ほんでこの3番と4番の精度を高める動作が1番と2番っていう感じ。そして4番から5番へ行くところ、つまりその弾いて乗りに行くところっていうのは全然焦らなくていい動作です。よく弾いたらこう急いで乗りに行こうとしちゃう人っていると思うんですけど、弾いた後っていうのは実は落ち着いていいところです。弾くのが綺麗に決まれば乗りに行くのはすごいこう余裕ができるので、いかに3番と4番を綺麗にやるかっていうのがノーコンで一番大事なところっていう風に僕は思ってます。そして6番と7番、これね忘れられがちなんですけど、これをやるのとやらないのとではノーコンの見え方って全然変わってくるんですよね。僕はめちゃくちゃ大事だと思ってますので、ここもしっかり後で解説していこうと思います。では1番から7番の動作をしっかりコツとか注意点とかを踏まえて解説していこうと思います。まず最初はこの1番の動作の前にスタンスからお伝えしておこうと思います。スタンスはこんな感じ。前足はデッキの中心ぐらいに置きましょう。身長に対してちょっと長めの板だったりして前足をデッキの中心に置いちゃうとすごい大股になっちゃうっていう人以外は前足はデッキの真ん中に置きましょう。ちょっとその大股になっちゃうって人は軽くこう前足をテール側に近づけて置いても大丈夫だと思います。そして前足は深めに置きすぎないようにしましょう。ノーコンは前足をこう下ろす動作があるので、あんまり深く乗せすぎると足をデッキから下ろしにくくなります。なのでちょっと不安定になるんですけど、つま先を乗せるぐらいにしておいてください。ではここから1番から7番の動作を順番に見ていきます。まずは1つ目の動作、軽く膝を曲げるっていうところです。これはノーコンに限らず全てのトリックに言えることっていうか、もうスケボーを乗る時は常に意識しておかないといけないところです。まあなんとなく直感的にわかるとは思うんですけど、膝って軽く曲がってないと自由に体を動かせないんですよね。軽く脱力してストンってこう腰を落とす感じで大丈夫だと思います。そうすることによって後で出てくる足を下ろす動作もやりやすくなるし、膝が曲がってることで着地した時の安定感っていうのも出るようになります。着地した時に膝まっすぐになってる人、女性でめちゃくちゃ多いです。乗った時に膝まっすぐになってるとバランス崩れてよろけて落ちちゃうこと多いと思うんですけど、デッキの上で背伸びしてスタンスをちょっと狭めにして立ってもらったらすごいバランス取りにくいですよね。逆にデッキの上でちょっと大股になって膝をグッてこう曲げて重心落としたら絶対ふらつかないですよね。トリックの終わりっていうのはそのバランスがめちゃくちゃ取れる状態で終わることが理想なんですよ。なのでそうなるために初めから膝は軽く曲げて重心は落としておく、これが大事になってきます。そして2番目の動作、カービングしながら体をねじるっていう動作です。なぜこのカービングっていうのと体をねじるっていう動作が重要なのかっていうのをまず最初にお伝えします。まずカービングをする理由っていうのはデッキの回転の角度を稼ぐため、そして体の前でデッキを弾きやすくするため、この2つです。これどういうことかっていうと、ノーコンっていうのはデッキを180度回転させないといけないトリックですよね。デッキを180度回転させるにはどうしたらいいかっていうと、体のねじりをデッキに加えることでデッキは回転するんですよね。なんですけどまだトリックに慣れてない人っていうのは180度の体のねじりをデッキに伝えるっていうのが結構難しかったりすると思うんですよ。カービングを入れることによってあんまりこうたくさんデッキを回す必要がなくなるっていうのが一つです。そして次の体の前でデッキを弾くっていうのがちょっとこれ難しいんですけど、体の真下でデッキをポンって弾いちゃうと上がってくるデッキが自分のこのお腹にポンって当たったりしてうまくデッキが弾けなかったりすることがあるんですよ。そうならないためにどうしたらいいかっていうと、自分の体の前でデッキを弾いてあげればデッキ上がってきても体にぶつからないですよね。ノーコンする時っていうのは実は体の下じゃなくてちょっと前
前で回してるんですよね。それをするためにはその足を下ろす場所に注意したりしないといけないんですけど、そうするためにはカービングを入れるとすごくやりやすくなったりするんですよね。ちょっとこれは後で詳しく話すんですが、カービングを入れるとデッキを体の前で回しやすくなるっていうのをここでは覚えておいてください。次に体をねじるっていうのにはどういう理由があるのかっていうのを説明していきます。理由は2つあります。1つはデッキを回転させるため、2つ目は回転したデッキに乗りに行けるようにするため。先ほどもお伝えした通り、デッキを回転させるにはこの体のねじりの力をデッキに伝えないといけないんですよね。なので180度デッキを回転させるノーコンプライをするためには体も180度ねじらないといけないっていうのが1個目の理由。そしてノーコンプライっていうのはデッキを180度回転させるわけなんですけど、その回転させたデッキに自分は乗りに行かないといけないですよね。なので足の力だけで180度回せるだけじゃダメで、乗りに行くために自分も体を180度回さないといけないっていうことですね。体をねじるにはこの2つの理由があります。でこの2つ目の動作でカービングをするっていうのと体をねじるっていう動作を一緒にやるんですけど、この時にさらに注意しないといけないポイントがいくつかあります。それが後ろ足の荷重を抜かないっていうことと、背中側に倒れすぎないように軽くお腹を丸めるっていうこの2つのポイントが大事です。どうしてもこのカービングかける時って前にある方の足でぐーっとデッキを傾けてカービングさせると思うんですけど、カービングさせた後にデッキを弾かないといけないですよね。デッキを弾く時って力のメーターが0から10まであるとしたら、0から10の力を加えるのってすごい難しかったりするんですよ。ただ最初から5を加えといてそっから10加えるっていう方が弾きやすかったりするんですよね。なのでカービングをかける時に前の方の足に重心をかけるんですけど、後ろ側の足にも最初から荷重をかけとくっていうのが僕は大事だと思ってます。その上でカービングかける時ってこのかかと側、背中側とも言えると思うんですけど、そっちに重心がかかりがちだと思うんですよね。ただノーコンプライは走れた時に体がのけぞっちゃうとデッキが遠くに飛んでいってしまって乗りに行けないっていうことが起こってしまうので、体は常にちょっと丸めておく形を取らないといけません。ひらがなの空みたいな感じですね。絶対のけぞらないようにしないといけないので、このカービングしながら体をねじるっていうこの動作してる時もすでにちょっと体は丸めておくことを意識しましょう。まとめると2つ目の動作はカービングしながら体をねじる動作なんですけど、その時に両足に荷重をかけておく、それプラス体は少し丸めておくことが重要っていうことです。そして3つ目の動作は前足を下ろすっていう動作なんですけど、この時に下ろす場所にめちゃくちゃ注意しないといけないです。先ほどカービングのところで少しお話ししたんですけど、デッキっていうのは自分の体の真下で回しちゃうと上がってくるデッキが自分の体に当たっちゃうっていうことになっちゃうので、自分の体の前で弾かないといけないんですよ。そのためには弾く方の足、つまり後ろ足の近くに下ろしてあげるっていうことが大事になってくるんですよね。後ろ足よりすごい前の方に足を下ろしちゃうと必然的に上がってくるデッキが体に当たりやすい状態になってしまいます。そうならないために下ろす足は弾く足のすぐ近くに下ろしてあげることが大事です。そのためにはカービングをしっかり入れておかないと難しくなりますよっていうことがあります。ちなみになんですけど、体がしっかりねじれていない人っていうのは下ろす足が12時の方向を向いちゃうと思います。しっかり体がねじれてる人っていうのは9時から10時ぐらいの角度につま先向いた状態で下ろすことができると思います。この9時から10時の方向に足が向いているっていうことは体がだいぶもうすでにねじれてるっていうことなんですよね。しっかり体がねじれてれば足はそっちの方向に自然と向いた状態で下ろせるはず。そこも練習の時に軽く意識してみるといいかと思います。そして4つ目の動作、これはデッキを弾くっていう動作です。このデッキを弾くっていう動作もなかなか難しくて、いくつかポイントがあります。先に全部お伝えします。弾く時は地面にデッキをヒットさせること、足首を変に動かさないこと、そして弾く時はアルファベットの
N みたいな感じで弾くこと。そして弾き方はつま先よりも足のお腹の方がいいっていうこと。そして上体は必ずデッキにかぶせ続けるっていうことです。順番に見ていきます。まずは地面にデッキをヒットさせるっていうこと。デッキが自分の体にこう上がってくるのが怖くて軽く踏んじゃう人っていうのもいると思うんですけど、地面にデッキをこうパチンって当てないとデッキはうまくこう飛んでくれないので、地面に対してヒットさせる、これはしっかり意識するようにしてください。そして足首を動かさないっていうこと。脳根する時にこの足首のこのスナップっていうんですよね、これは全くいりません。むしろスナップかけちゃう方がなんかその変なフリップかかったりとかデッキがわけのわからん動きしたりしちゃうので、足首は絶対固定した方がいいと僕は思ってます。そしてアルファベットの N みたいに弾くっていうことなんですけど、これねなんて表現するかめっちゃ迷ったんですけど、地面に対してこうさするようにこう弾く、伝わるかなみたいな弾き方は正直あんまり最初は良くないのかなって思ってて、弾いた後に乗りに行くっていうことを考えた時に今アルファベットの N っていう表現がいいのかなっていうふうに思いました。そして次、つま先より足のお腹で弾いた方がいいっていうことについてです。つま先っていうのはパワーは出るけどコントロールには向かないって思ってるんですよ。思いっきり弾きたい時っていうのはつま先を使うのはめちゃくちゃ効果的だと思うんですけど、まだこっからトリックを習得していこうっていう段階の時はコントロール重視の方が僕はいいと思うんですよね。実際僕もそこそこ脳根綺麗にできるとは自分で思ってるんですけど、僕はつま先使ってないんですよ。そっちの方が安定するから。なので僕はつま先よりこのお腹の方をおすすめしてます。そして最後、上体をデッキにかぶせ続けるっていうことです。上体がのけぞった状態でデッキを弾いちゃうとデッキは遠くに飛んでいってしまうし、無理に乗りに行くとまくられて怪我しちゃうのですごいやりにくいと思うんですけど、上体はずっとデッキにかぶせたまんまデッキを弾いてください。これは自分が思ってる以上にかぶせられてないことが多かったりするので、しっかりこう自分で動画撮ったりしながら確認しながらやるといいと思います。そして次の動作なんですけど、5番目と6番目と7番目は一気に紹介しようと思います。567の動作は弾いた足から乗りに行く。6番目の動作は下ろした方の足で地面を押してデッキを前にこう押すっていう動作。ほんで7番目の動作が下ろした方の足をデッキに乗せる。これが567の動作です。これ何をしてるかっていうと、デッキを加速させてるんですよね。脳根に限らず綺麗なトリックっていうのはトリックをする前と後とでは後の方がスピードが上がってないといけないんですよ。トリックをすることによって加速するっていうのが一番綺麗なトリックの形なんですよね。脳根も全く一緒。すごい上手い人の脳根っていうのは脳根が終わった時にすごいスピードが上がってるんですよ。大概の人っていうのは脳根180度こう回して乗ることもできているんですけど、デッキがこう止まっちゃうことがあると思うんですよ。それっていうのはデッキにこの推進力を加えることができてないっていうのがあるんですよね。じゃあどうやったらその推進力を加える、加速させることができるのかっていうと、乗る時にグッて地面を押すっていう動作が必要だったりするんですよ。脳根は一歩地面に足を下ろすことができるので、比較的加速させるのは簡単なトリックなんですよね。ここを加速させずにピョンってこう飛び乗っちゃうのはすごくもったいない。しかもどうやらその両足でデッキに乗りに行くことが正しいと思ってる人ももしかしたらいるのかもしれないですけど、上手い人の脳根って同時に乗りに行ってるようで乗りに行ってないんですよ。後ろの足、つまりその弾く方の足が先に乗りに行って後から下ろした方の足が乗りに来るっていうような形なんですよね。冒頭言った通りいきなりそこを目指す必要はないんですけど、それに似せたことっていうのは全然できるんですよね。どうやるのかっていうと、弾いた後にまず弾いた方の足をもう先に乗せちゃいます。その後に地面にある方の足で地面をグッて押してデッキに乗ります。そうすればやった後の方が速度は上がってるはずです。
どうしてもやっぱりこのいかにデッキをきれいに回せるかっていうところに注力しがちで、ここってあんまり語られないことが多いんですけど、これってもうすごい簡単な動作なのでやらないのめちゃくちゃもったいないです。今後このやり方にちょっとずつ慣れていけば、もうちょっとこう飛び乗りに行くっていうこともできるようになると思うんですけど、その時に加速させる癖っていうのを抜けないと思うので、最初の段階からこの567の動作っていうのはしっかり意識して練習した方がいいです。はい、以上が濃厚の流れと場面ごとのコツと注意点でした。これをひたすら通しでやって練習するっていうのはもうやることとか考えること多すぎて、さすがにちょっと練習にならないと思うので、ここからはこれができるようになるための練習方法の3ステップっていうのをお話ししていこうと思います。では練習方法の3ステップ、1つ目のステップからお伝えしていきます。1つ目は体をねじりながらカービングをかけるっていう練習です。この時注意するポイントはこちら。前足はデッキの縁に置くこと、そして膝をしっかり曲げること、上体を丸め続けること、前足に6、後ろ足に4ぐらいの割合で荷重させ続けること、この4つのポイントに注意しながらカービングをかけながら体をこうねじるっていう動作を練習してください。これがステップ1です。具体的に言うと、後ろにある肩が進行方向まで来るぐらい180度肩は回してください。大体の人が回しきれてないことが多いです。あとは肩はこうやって振るんじゃなくて、もうねじった場所で固定しとくのが僕はいいと思ってます。固定させた状態でぐーっとカービングをさせる練習っていうのをしてください。そしてステップ2は下ろす場所に注意して前足を地面に下ろす、そして後ろ足でデッキを弾く、この練習です。注意点はこの4つです。下ろす方の足は弾く方の足の横近くに下ろすんでしたね。そうしないとデッキが体に当たってしまいます。そして弾く時っていうのは体がこうのけぞらないように注意してください。のけぞるとデッキは遠くに飛んでいって乗りに行けなくなります。そして3つ目の注意点、これは先ほども言った通り、肩は回しきった状態をキープしてください。もうこれは固定です。振るんじゃなくて固定させておく。そして弾く時はデッキをしっかり地面にヒットさせるようにしてください。多分このステップ2が一番難しいです。この注意点を何度も注意してやるようにしてください。そしてステップ3、乗りに行きながらデッキを加速させるっていう練習です。ステップ3はステップ2をきれいにできるようになったらやってもらったら大丈夫です。注意点はこの2つです。弾いた方の足から乗りに行ってください。変に両足で飛びに行くことはしなくて大丈夫です。片足ずつ乗る方が絶対簡単だし、両足で乗ってしまうと加速させにくくなってしまいます。2つ目の注意点は、下ろした足でしっかり地面を押すっていうこと。地面を押すことでデッキに推進力を加えることができます。このステップ3は結構地味な練習なんですけど、やるのとやらないの全然違います。しっかり仕上げとして行うようにしてください。ちょっとね、いろいろコツとか流れとかもういろいろ言い過ぎてごちゃごちゃになっちゃったかなって思ったので、最後に必要なことをダーッとまとめておこうと思います。流れはこんな感じです。動作ごとのコツとか注意点っていうのをさーっとまとめたものを書いてますので、ぜひ活用してください。やってみて全然うまくいかないとか、言った通りやってるはずやけど全然綺麗にできやんとかあると思うので、その時はまたコメント欄に質問とか書いてもらったらと思います。はい、ということで今日はノーコンの解説の動画を撮っていきました。ノーコンができればその先にできる応用技の道が一気に開けます。基本のトリックがしっかりできるっていうのは、そっから先のちょっと難しい動作っていうのをより楽しめるようになるっていうことなので、どうかこのノーコンっていうトリックは避けずに地道に努力してほしいと僕は思ってます。これからもロングボードに関する有益な情報をたくさん発信していこうと思いますので、応援の方をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。